はい、こんにちは。元機関投資家トレーダーの堀江です。本日も相場の話題を提供していきたいと思います。最初にですね、日経平均とドル円相場の話をしたいと思います。日経平均の方がですね、ずっと75日移動平均線をですね、何日間も超えられずにいたんですよね。ですが、金曜日の相場でですね、超えてきたという感じになります。で、この史上最高値から考えると、こんな風に日足で下落トレンドが発生してたわけですけども、この下落トレンドが終わるポイントっていうのがこちらの主要な高値ですよね。この主要な高値を超えると正式に日足の下落トレンドが終わるわけですけども、それが 39,230 円なんですが、そこに接近していて、月曜日以降の相場でですね、そこを超えていく可能性が非常に高まっているという感じです。日経平均の場合ですね、この時の下落の大きな理由の一つが円キャリートレードの巻き戻しだったわけですね。非常に円高が進んだわけですけども、日経平均の場合ですね、リスクオンの場合は、円安と株高、セットなんですよね。でなぜかというと、円キャリートレードで考えると、日本株買う外国人投資家からするとですよ、為替の変動によって投資のパフォーマンスが変化するのを嫌う人たちは、当然為替ヘッジ入れるわけですよね。でそうすると、為替ヘッジどの方向で入れるかっていうと、円売りの為替ヘッジを入れることになるわけです。円キャリートレードで円を借りて、日本株を買うと、そして円売りをして、為替ヘッジをかけるということになりますから、日本株が上昇するときには円安になりやすいということになるわけですね。で、現状ドル円相場なんですけども、週足の方が分かりやすいんですが、週足のね、上昇トレンドは非常に分かりやすく言うと、例えばですが、ここの主要な安値を割り込んだことによって終わったと言いますし、あるいはもっと手前のこちらの主要な安値を割り込んだことによって終わったとも言えるんですけども、現状だから週足の方ではトレンドがない状況になってるんですよね。で、トレンドがない状況になっていて、どちらの上昇トレンド、下落トレンド、どちらのトレンドが発生するのかっていうことが今の注目ポイントになってるんですけども、こちらの高値ですね。もしこちらの高値、149円40銭になってますが、この高値を超えていくと、こういう上昇の N 波動になるわけですよね。ですから、週足の方で上昇トレンドが発生することになるし、逆に、この安値ですよね。141円68銭ぐらいですけど、この安値を割り込むと、週足の方で下落トレンドが発生すると。円高のトレンドがね、発生するということになるわけで、今、どちらのトレンドがないので、週足では今トレンドがないので、どちらのトレンドが発生するかという、非常に注目のポイントになっているわけです。日経平均先物がですね、先ほど見ていただいたように、75日移動平均線を超える上昇になってきているということは、現状リスクオンということに、なってきていると考えた方がしっくりくるので、そうすると、この高値をね、超えるような上昇になってきて、再びですね、週足で円安の上昇トレンドが始まる可能性の方が現状は高いというふうに言えると思います。ナスダックの話に行くんですけども、ナスダックの方は、日足ではこういう上昇トレンドになっているわけですね、現状。で、上昇トレンドになってからの、今、調整中というふうに考えることができるんですよ。そうすると、今、これ、上昇で言うと、1、2、3、4というふうに、4波動目の調整なので、通常であれば、こちらの主要な高値を超えて、上昇していき、上昇のね、5波動目に入っていく可能性があるという状況なんですね。で、その時に、この5波動目に入るかどうかっていう部分で、とても重要になるポイントはどこかというと、4時間足で見た時に、直近では、この高値をつけてから、このように下落で、ざっくりと引きますと、こんな感じで下落の波動になってたんですよね。で、ちょうどこの高値あたりを結んであげると、下落のトレンドラインがあったわけです。で、そこ一旦抜けてきて、一旦ここで抜けてきたんですけど、再度押し込まれてしまったんですけども、それは、この戻り高値でこの水準ですよね。この水準が、とてもレジスタンスとして効いていたと。もっと伸ばしてあげるとこの水準ですよね。ですから、過去の主要な高値が、未来のサポートやレジスタンスラインになりやすいっていう、まさにその通りの動きで、ここで戻り売りにあったわけです。一旦この下落トレンドラインの下まで戻ってきたんですが、また再度そこを超える上昇に、金曜日ね、そこを再度超える上昇になってきてます。ですから、現状としてはこの高値ですよね。超えていけるかっていうこと。こちらの高値を超えていくと、4時間足の方でも、こんな感じの上昇年波動になってきますので、ナスダック100がですね、日足の方で上昇の5波動目ですね。このように、1、2、3、4、5っていうふうに5波動目に入っていけるかどうかっていう、重要なポイントは4時間足で見た時のこの高値水準ということになります。ですから、
ここを超えていけるかどうかっていうことが、来週の相場、来週月曜日以降の相場でとても重要になってくると。もしこれがこの高値を超えていったにもかかわらず、売られて戻り売りにあってしまって、例えばこの安値を割り込むような下落になってしまったとしますよね。そうするとこういう感じです。動きとしてこういう動きになってしまうと、日足で見るとどんなチャートになってしまうかというと、こういうチャートになってしまうんですよ。つまり下落の N 波動が発生してしまうんですね。上昇してもこの高値超えられずに8月29日の安値を割り込んでしまうと、下落の N 波動になってしまうんですよね。ですから、まず第一ポイントとしては、4時間足でここら辺の価格水準ですね。つまり、19,700ポイントぐらいの水準ですね。19,700ポイントぐらいの水準を超えていくってことがとても重要になるんですけれども、そこを超えても結局こちらの主要な高値、8月22日のこの高値の方ですね、を超えられずに、8月29日に朝つけた安値を割り込んでしまうと、下落のね、波動が再度この下落の波動が復帰してしまうので、注意すべきポイントとしては、この 19,700 ポイントぐらいの水準を超えていったにもかかわらず、直近の高値2万25ポイントをですね、超えられずに売られてしまうかどうかっていうことが、一つ大きなポイントになってくるということですね。実際に上昇のですね、このように5波動目に入っていった場合というのは、日足の上昇トレンドが継続するということになりますから、どこまでね、上昇するかっていうのは現状では分かりづらいですけれども、週足の方でもですね、このように上昇波動になっていくわけですね。今、ナスダック100の週足ってトレンドがない状況だったんですよね。こうやって上昇トレンドがあったものの、下落してしまって、直近の主要な安値を割り込んでいたので、トレンドがない状況だったわけです。で、そこからこのように、こうなったとすると、週足で上昇の N 波動、つまり上昇トレンドが発生していくということになりますから、再びですね、新たな週足の上昇トレンドが発生して上昇していく可能性が高いということが言えるわけです。どこまでいくかっていうのはなかなか難しい問題なんですけども、9月19日にですね、FOMC で政策金利の方発表されます。ですから、そこまでは上昇していく可能性があるのかなというふうに思います。この高値をね、超えていった場合、9月19日ぐらいまでは上昇していく可能性があるのかなっていうふうに思います。ただ、そこで政策金利発表されてですよ、もう利下げするっていうことがほぼ確実な状況下で、実際に利下げされたとすると、そこで材料出尽くしでもう売られてしまうっていう可能性はですね、やっぱ考えておいた方がいいんですよね。利下げが一つのきっかけで、材料出尽くしで利食い売りがたくさん出てくるっていうことは、一つのシナリオとして考えておいた方がいいんじゃないかというふうに思います。もちろんそうならずに利下げ発表で一段高、さらに一段高する可能性はもちろんあるんですけども、それは利下げが発表された後に判断すればいいことなので、一旦ですね、利下げが発表されて、もし売りが継続するようなことがあったとすると、短期売買の人も長期投資の人も、一旦そうなったらリグっておいてもいいんじゃないかなというふうに思います。今回の動画いかがだったでしょうか。面白かったという方は、ぜひチャンネル登録と高評価の方をよろしくお願いいたします。それでは引き続きトレンドしっかり見極めて儲けていきましょう。